皆さんこんにちは。今回お話しするのは建築家であり波動研究者でもある足立育郎さんが1996年の春、約1000人の参加者を前に語ってくださった波動の法則のお話です。これは自分の主義主張ではない、宇宙からの情報をただ報告しているのです。とても謙虚で優しい言葉だと思いませんか？今日はそのエッセンスを一緒に受け取っていきましょう。まず最も根本的なことから始めましょう。すべての現象は波動の法則によって成り立っている。これに気づいてください。この宇宙に存在するもの、それはすべて振動しています。岩も水も空気も、そしてあなたの細胞もあなたの感情も、すべては波のように振動するエネルギーでできています。現代の科学は人間が五感で感じられる電磁波の範囲、例えば紫外線から赤外線のあたり、つまり10の14乗から15乗ヘルツという、実はとても狭い範囲でしか感知できていません。ですが宇宙にはそのはるか外側に私たちがまだ気づいていない無数の波動が広がっています。足立さんによれば、元素の周期律表だって現代科学では103種類とされていますが、宇宙の情報ではなんと1032種類存在するそうです。さらに私たちが粒子だと思っている中性子、陽子、電子についても新しい見方を教えてくれています。中性子は意識そのもの、受信するアンテナ。陽子は意思そのもの、発信する装置。電子は中性子が回転することで生まれるエネルギーです。右に回ればプラスの電子、左に回ればマイナスの電子。この回転がすべての現象の根本にあるというのが足立さんの宇宙観の出発点になります。ここで足立さんの言葉の中でも特に大切な2つのキーワードをご紹介します。1つ目はエクサピーコ。これは人間の本質、魂とも言えるもので、原子核の集合体、つまり回転しない中性子と陽子の塊を表しています。肉体の外側に存在する振動体で、直感やひらめきを送り出している存在になります。エクサピーコは常に未来の時空間と同調しています。そこから受け取った情報を私たちの意識に届けてくれる。それが直感であり、ひらめきなんです。ふとあの人に連絡してみようかなと思ったら、向こうから電話がかかってきた。そんな経験ありませんか？それはエクサピーコがすでに情報を受け取っていたサインかもしれません。
2つ目は理覚。これは顕在意識、つまり自我や欲望のことを表しています。生まれた時は小さかった自我が成長とともに大きくなっていく。損か得か好きか嫌いか怖いか怖くないか、そうした判断が積み重なってエクサピーコ、直感からの静かなメッセージが届きにくくなってしまうんです。テレビのチューニングで例えてみましょう。あなたの脳は自分が発した振動波と同じ周波数のものしか受信できません。ざわざわしているとき、不安なとき、欲望でいっぱいのとき、そのチャンネルには低い情報しか入ってきません。でも静まったとき、感謝しているとき、そういったときは調和の取れた振動波を発しているときになります。そこには高い情報が自然と入ってきます。足立さんは人間の体の情報伝達の仕組みについてもとても興味深い話をされています。私たちの体には生まれた時から10の5000乗種類もの生命プログラムが随に記録されている。それが脳の後頭部に小出しにされながら管理され、左側には生まれる前の魂の記憶、右側には生まれてからの学習や体験が蓄えられていく。そしてその情報をキャッチして全身に届けているのがフィーク、つまり膵臓です。膵臓が水の振動波としてプログラムを受け取り、脊髄を通じて60兆の細胞一つ一つに届けていく。だから心臓は私たちが考えなくても動き続けられる。新陳代謝で細胞が入れ替わっても鼻が目になったりしない。すべてが水の振動波によって美しく正確にコントロールされているというわけです。ただ現代人の中性子は 85% 以上が歪んでいて、電子も 90% 以上が歪んでしまっていると言います。これはまるで信号が乱れた状態、体も心もそのしわ寄せを受けている。でもここからが大切なところです。歪みは元に戻せるんです。それが波動を整えるということなんです。人間の成長と波動にはこんな関係があります。生まれてから3歳頃までは振動波は甘えの段階。5歳頃に自我に目覚め始め、7歳頃に気づきの振動波の段階に入り始めます。本来7歳以降に全ての人がより高い振動波の段階へ移行するはずなのですが、現代の地球ではほとんどの人がその移行ができていないと言います。
原因は自我、欲望、つまり理学の肥大化が原因です。足立さんによると、エクサピーコには段階があり、人間レベルの基本段階から始まり、より高い調和と気づきを実現するレベル、そして最終的には地球全体をサポートする存在へ成長していく可能性がある。地球のエクサピーコは本来とても高いレベルにあった星です。一時期下がってしまったけれど、今より高い段階に戻る決心をしたために大きなエネルギーの変換が起きていると足立さんは語っています。何か思い当たることはありますか？世界が大きく揺れているように感じるとき、それは地球が変わろうとしているサインかもしれません。足立さんは病気についてもとても深いことを教えてくれています。病気とは中性子、陽子、電子が歪んだ組み合わせになったものに名前をつけただけ。ウイルスも病原菌もその歪みを正常に戻せば、それらは消えてしまうとおっしゃっています。病気とはエクサピーコが起こる、気づいてくださいという優しいメッセージなんです。では、歪みを正すには何が必要か。ここで感謝が登場します。病気を憎む、ウイルスと戦う、そういう姿勢でいるとどうなるか。自我の振動波がさらに強くなり、中性子と陽子がさらに歪んでしまう。症状が悪化してしまうことがあるのです。でも病気に感謝する。この病気は私に何を気づかせてくれているんだろう。そう問いかける。すると感謝の振動波が自我の振動波を打ち消して、中性子と陽子が正常化し始めます。気づきの深さに応じて急激に改善も始まります。感謝とは唱えるものではない。起きている現象から何を学べるかに気づいたときに自然と生まれるものです。では実際に何をすればいいのか。足立さんの答えはとてもシンプルです。直感、ひらめきを毎日使うこと、たったこれだけです。特別な修行もチャクラを開こうという頑張りも一切いりません。むしろチャクラを開きたいという欲望は理学を強くするだけで逆効果になってしまいます。例えば今日の食事を選ぶとき、頭で考える前に目に入ったものを選んでみる。解決したい問題があるとき、あれこれ考える先に答えが入ってくるのを静かに待ってみる。そしてひらめきが来たらすぐ動く。足立さんによると、
調和の取れた方向に決心した瞬間、体の中の中性子と陽子の数が1000倍から1万倍以上に増えるそうです。受信と発信が爆発的に高まる。電話しようと思ったら向こうから電話がかかってきた。そんな不思議な体験がどんどん増えていきます。最後に私さんの言葉をいくつかご紹介して終わりにしたいと思います。明日からではなく今からです。今すぐ決心をされて実行されますと、その瞬間から現実は全然違ってくるんです。ぜひ直感、ひらめきを毎日、小さい大きいにかかわらず使ってみてください。それから始まります。56億の方に役割があって、そのエクサピーコさんが役割を実行されたら地球はみるみる変わり出す。それが宇宙からの情報です。この言葉は1996年に語られたものです。それから30年近く経った今も私たちは同じところに立っているのかもしれません。ですが今この瞬間に気づいた人から変わっていけます。ここまで聞いてくださってありがとうございます。あなたのエクサピーコがいつも優しくあなたを照らしていますように。皆さんの波動が整いますように。みんなが元気になりますように。